皆さんこんにちは、大井です。ついに、チャンネル登録者数が2000人を突破しました。ありがとうございます。これからも動画をアップしていきますので、応援のほどよろしくお願いします。2021年10月現在最もコスパの良い GPU は52,000円で購入可能な GTX1660Ti です。マイニング状況は、イーサマインというマイニングプールで約 3.4 ギガハッシュ、今はですね、2021年10月3日の18時23分です。この時間だと、3.419 ギガハッシュ出ています。約 3.4 ギガハッシュ。昼間はね、サーマルスロットリンクで、ハッシュレート落ちるんですね。暑いから。で、夜は、気温が下がって、3.46 ギガハッシュ出ています。涼しいとハッシュレートが上がって、暑いとハッシュレート下がります。私の家がね、持ち家なんですけど、高気密高断熱の家だとなかなかね、排熱がうまくいかなくて、昼間の温度管理がちょっと難しいですね。壁をぶち抜いて換気扇つけようかなと思ってます。夜はね、気温が下がって 3.46 ギガハッシュ出る。昼は、3.41 ギガハッシュ。だいたいね、40メガハッシュから50メガハッシュ、温度、気温のせいで下がります。こういった状況ですね。これが、イーサマインのマイニングプールで、約 3.4 ギガハッシュ出してます。こちらは、ハイブオンプール。ハイブオンプールの、私の、マイニング状況なんですけれども、どなたでも、見ることができます。リンク貼っておきます。こちらがイーサリアムの、受け取りアドレスなんですけれども、これを URL に打ち込むと、誰でも見ることができます。現在、ハイブオンプールでは、816メガハッシュのハッシュレートを出している。800メガハッシュと先ほど 3.4 ギガハッシュ、3400メガハッシュ、イーサマインで3400メガハッシュ出している。ハイブオンプールでは800メガハッシュ出している。足したら、だいたい 4.2 ギガハッシュ、4200メガハッシュ以上出している。だいたい、夜の涼しい時であれば、4270メガハッシュ、4.27 ギガハッシュぐらい出ているといったところですね。約 4.2 ギガハッシュマイナーになることができました。現在のマイニング状況としてはこんなところです。はい、続いて、前回作成した動画ですね。GPU コスパ比較表を作成して、公開したんですけれども、その時から、GPU の相場であるとか、1日あたりの収益性が若干変化してるんで、10月版を2021年10月版を、作成したので公開します。ですね、こういうおまけ機能もつけたんですけれども、9月は若干、1メガハッシュあたりの1日の収益性良くて、だいたい1日、1メガハッシュあたり1日8円儲けることができてたんですね。とっても良かったですね。例えば、3080-LHR を21万で買っても12ヶ月で回収することができました。1660スーパーをそうですね、5万で買うことができたら9ヶ月で回収できると。あとはね、ちょっと割高なんですけれども、例えば 3080Ti もし17万で買うことができたら12ヶ月で回収することができていたといったところ。これ9月の相場ですね。ここからちょっと若干下がってですね、今はね、1メガハッシュあたり 6.5 円ぐらいと見ています。で、4200メガハッシュマイナーは、
1日27,300円の、収益上がって、1月で、81万9,000円の、マイニング収益を得ることができる。ここからね、電気代払っていくんですけど、私の、先月支払った電気代はいくらだったかな。8月の電気代を9月に支払ったのは24万だったかな。だいたい、80万、マイニングで収益上がって24万支払って手元に、55万56万ぐらい残るかなと。その手元に残ったお金で、新たにグラボを買っていくと、そういった状況になっています。でこれ、私の場合4200メガハッシュなんですけれども、コンマ入るかな。コンマ入れたら書式が買っちゃうね。よいしょ。4200メガハッシュセルの書式設定で、ここはシャープこうすればいいのかな。こうすれば米が入ると。4200メガハッシュマイナーの場合、こういった状況になると。例えば、これからね、マイニング始めるという方、例えば1660スーパーもしくは 1660Ti を5万円で買った場合どうなるかですね。30メガハッシュ、もし、30メガハッシュ出すとですね、答え出てるんですけどね、30メガハッシュの場合は、11ヶ月で元が取れますと。そうですね。はい。1日は195円。30メガハッシュ打ち込むと、すっきりと見せるとしたら、30メガハッシュ出すと、1日195円。1ヶ月で5850円儲かります。ここからね、電気代支払っていくということになるんですけど、1日の電気代47円、75ワットを24時間使うと、だいたいね、1キロワット、26円の人は、47円、1日47円の電気代かかります。で、195円収益上がって47円差し引くと、1日の粗利としては、純利益は148円です。で年間42,000円、収益上がるといったところですね。これが、30メガハッシュマイナーの場合、100メガハッシュマイナーの方は、1日650円収益を上げることができて、1月、約2万、上がると。ここ電気代払うんですけどね、電気代抜きで、これぐらい儲かりますよと。1メガハッシュ1日 6.5 円の収益性の、場合ですね。この収益性っていうのは、状況によって上がったり下がったりするんで、マイナーが増えると、どんどん減っていきますし、マイナーが減ると上がります。あと、その取引の量が多いとね、収益性上がります。あとは、イーサリアムを手に入れてから、換金するとき、日本円に変換するときの相場が高くても、これ上がってきますね。これはいろんな要素で上がったり下がったりするんで、これはどうやって見るかというと、ここをクリックするとですね、私は、3.4 ギガハッシュイーサマインで、ハッシュレート出している。で、1日 0.06695 イーサの収入をもらうと。これクリックするとドル表示になると。226ドル。だいたい23,000円ですね。で、これを割るとだいたい出てくる。24,000 割る 3,400 は7。そうですね、今だと、1日の収益性7円ぐらい出ますね。ちょっと最近、持ち直したからですかね。一時期、9月、21日は1イーサ32万円まで落ちたんですね。この頃ちょっと1メガハッシュあたり6円ぐらいの収益に落ちて、今ちょっと上がってですね、1イーサ35万超えてきたんで、まだ収益性改善してますね。はい。で、例えば、816メガハッシュ出すと、51アメリカドルになると。だいたい6000円ですね。つまり、6000円を
6000割る、816メガハッシュすると 7.35 円というわけで、日本円、だいたい6000円6000円割る816メガハッシュをすると 7.35 が出てくると。これが1日あたり1メガハッシュで1日7円儲かるということですね。というわけで、これ7に変えましょうか。10月3日現在1日、1メガハッシュあたり7円儲かるとすれば、例えば、4.2 ギガハッシュ4200メガハッシュの人は1日、29,000円の収益がある。約3万ですね。で、88万2000円月収88万2000円。ここからね電気代払いますけれども、売上は88万2000円になると。この、7円の収益30日続いたらなります。で、30メガハッシュの人は、1日、1メガハッシュあたり1日の収益性7円の場合、30メガハッシュの人は、210円、1日210円儲かって、月収6300円。ここから電気代を差し引きます。100メガハッシュの人は、1日700円儲かって、月収2万円ですね。これ10倍したら、1ギガハッシュの人の値段になります。皆さんの夢、100メガハッシュから、1000メガハッシュマイナーですね。一つの目標となる1000メガハッシュマイナーの方は、1日7000円儲けることができて、月収が21万になるといったところですね。私の場合は 4.2 ギガハッシュ、出してるんで、だいたい、1日 29,400 円の収益が上がって、月88万2000円のマイニング収入が入るといったところ。この7円が増減する、減ったり増えたりする。これが例えば、6円だと、収入減りますし、目安がね8円に増えると収益上がっていくと。今は7円、10月3日現在、7円といったところですね。3070非 LHR もうね手に入らないから、もう消した方がいいかなとも思うんですけどね。昔はこんな値段で売ってましたよと。売り出しの時はね、3070 6万9000円ぐらいでしたと。3080もね、メーカーとそのモデルによっては10万、11万、13万のモデルもありましたと。これがね、2020年1月頃はこのぐらいの値段でまだ買えたんですけれども、そっか無理ですね。私は、2月から、買い始めたんですけれども、2月はね、3070非 LHR8 万でまだ手に入った時期もありました。今はもう、これはね、夢幻の値段なんですけど、今は 3080LHR、そうですね、3080LHR であれば14万で買えると。でこれでですね、70% 解除、NB マイナーを使えば、G マイナーでもいけるみたいなんですけど、70% 制限解除、でマイニングすると。で LHR は、黄色いところ、これ 70% 制限解除の値を入れています。で、私まだね、3080Ti 使ってないんで、77メガハッシュぐらい出るんじゃないかなと。この93に対してね、70% ってこれぐらいかなっていう、希望を入れてるんで、実際使ったら77メガハッシュ出ないかもしれない。実際ね、使って検証しないとちょっとわかんないですけど、これ予測です。で、3080LHR は 65MHz 出るんじゃないかなと、3070は 40MHz 出るんじゃないかなといった予測を入れてます。で、私は、3070Ti LHR 買って、50から 52MHz 出ています。3060Ti LHR も、39ぐらいかな、38かな、これぐらい出ています。私が買った、LHR はここですね、70Ti、
新しいバージョンの 3060LHR、60Ti-LHR、このあたり買いましたね。60LHR、70Ti、60Ti。この3種類を買ってます。70Ti は2枚買ってますね。601枚、60Ti は2枚買ってます。35MHz しか出なかったんですね。39じゃないな。35にしとこう。よいしょ。はい、60Ti-LHR は、私使ってみたところ 35MHz ぐらいでした。なかなかね、LHR70% 解除できると言っても、結構オーバークロックの設定難しいんですよね。上げすぎると、70% 解除が崩れちゃう。そこからまた半分になっちゃうんですよね、ハッシュレートが。ハード側、この LHR、ね、グラボが LHR 制限かけようとしているのを騙して35まで引っ張って、でグラボ側が気づいて慌ててハッシュレート半分にしちゃうと。この35を半分にしちゃうような挙動になるんですね。だからそのオーバークロックの設定詰めすぎるのも難しいし、甘すぎても出ないし、なかなかね 70% 解除を使いこなすと難しいですね。あと消費電力がむちゃくちゃでかいんですよね。その 70% 解除の設定にすると。なのでワッパがものすごく悪いです。だから70% 制限解除できるからといって買わない方がいいんじゃないかなと思うんですよね、私はね。そのイーサリアム 2.0 実装後、そのイーサリアムが GPU でマイニングできなくなった時に、レイブンコインであるとかオクトパスであるとかコンフラックストークン、他の、通貨を仮想通貨掘るときに、転用することを考えたら、この非 LHR を21万24万、3080非 LHR を21万24万で買うことを考えたら、80Ti であるとか 70Ti を買って 70% 解除で使い続けた方が転用しやすいかな。転用した時の性能は 70Ti、80Ti の方がいいでしょうけれども、なかなかね、その現在そのイーサリアムまだ掘れますから、イーサリアム 2.0 実装前、いかにこの回収月数を短くするか、回収日数を短くするかということを考えたら、LHR はね、手を出さない方がいいというのが、私の結論ですね。まずね、ワッパが悪い。オーバークロックの設定が難しい。動作が不安定。時々、この、70% 解除から半分になる。これが厄介でね、半分になる現象、気がついたら半分になってたりするんで、安定してね、ほったらかしにして安定してずっとこの数字が出ればいいんですけど、目を離した隙に、これが半分になってることがあるんで、上手にね、オーバークロックの設定すれば、もう今は私は半分にならない値で、5枚の LHR 使ってるんですけれども、なかなかね、初心者にはこの設定難しいんじゃないかなと思うんで、ワッパも良くないし、すぐね、そのブレーカー容量、あっという間に上限使い切っちゃうんじゃないかなと思うんでね、このワッパ高いと。ワッパが、いいグラボ、400キロハッシュパージュール、300から400キロハッシュパージュール超えてるグラボを買った方が、消費電力少ないと。消費電力少ないってことは、そのブレーカー容量を上限まで使い切るまでにまだ余裕があるといったところなんで、LHR は私は一応ね、こう作りましたけど、買わない方がいいなと思ってます。そしてね、回収月数日数がね、1年じゃ、1メガハッシュあたり1日の収益性7円。これで計算すると、回収できない1年じゃね。3080LHR14 万で買っても15ヶ月かかる。これ相場ですね。3080は14万5千の売りはよく見ます。LHR ね。で、80Ti17 万5千の売りがあるんですけど、
18万は多いですね。18万切るのはなかなか見ないんだけどね。17万5千とか一部見るですけど、17万5千で、まあ、例えばね、17万で手に入れることができたとしても、多分ね、これ出ないね、この 77MHz。今度ね、私1枚買って試したいと思うんだけどね。仮にね、77MHz 出たら、15ヶ月回収にかかると。1年以上かかる。3090ね、26万で買っても15ヶ月回収にかかる。70Ti、10万。もう10万で売ってないと思うんだけど、9月はね、まだ10万で買える売りもちょっと見てました。70Ti 仮にね、10万で買っても14ヶ月かかるよと。11万で買うことができても回収に16ヶ月かかる。これはね、ちょっと長すぎですね。リスク高いんで、あんまりおすすめできないですね。で、私がおすすめできるグラボの値段。これですね。1660スーパー5万2000。9月はね、4万5千の売りもね、ちらほら見たんで、中古でね、ちょっと買ったりもしたんですけど、4万5千円で、9月6日に買いました。これ中古ですけどね。はい。その後、今はね、1660Ti が、5万2千円で売ってるのを見ては買ってます。はい。で、1660スーパーと 1660Ti はほとんどね、性能一緒なんですね。マイニングにおいては。大体ね、ものによっては 30MHz 出ないのもあるんだけど、ものによっては 30MHz 出ると。ものによってはね、27から 28MHz しか出ないのもあります。これは、その、中のね、メモリの、メーカー、サムスンだったり、マイクロンだったり、その差によって、26、27止まりだったり、30、31出たりするみたいなんですね。そこはもう、買ってみて当たりか外れかっていったところですね。その 30MHz 出なくても、泣かないでください。まあね、ものによってはね、27しか出ないものもある。まあ、そのうちね、31MHz 出たもの、紹介しましょうかね。TI に関してはね、エルサ製の、1660Ti は、28しか出なかったかな。で、私は、なんだこれ、ASUS のタフを買ったら、これはね、31MHz 出ましたね。といった情報を付け加えておきます。1660スーパーと 1660Ti はほとんど、ハッシュレートと消費電力一緒なんで、ほぼ一緒として考えていいと思います。1660スーパー5万円で買うことができたら、10ヶ月で回収できる。1MHz あたりね、7円の収益性であれば、10ヶ月で回収できます。これ続けばね、1年続けば、まあ大体10ヶ月で開始できるよと。これはリスク少ないですよね。いつイーサ、マイニングできなくなるか分かんない中で、早く回収できた方がいいに決まってます。仮にね、5万2000円で、1660スーパーもしくは TI 買うことができたら、11ヶ月で回収できます。これがね、続けばね。もちろんこれ続かない可能性もあるし、これより上がる可能性もあるけれども、7円が1年続いたらという過程で、11ヶ月で回収できると。これがね、今手に入る、マイニング、イーサリアムをマイニングする上でのグラボ。一番効率が良くて一番お買い得なのが、この1660スーパーと 1660Ti ですね。1660スーパー、みんなね、コスパいいこと気づいたのか、もう6万5千っていう売りを見るんですけど、1660Ti はみんな、なぜか、売れ残ってるんですよね。なので、1660Ti、6万はね、ちょっとね、高いと思うんですけど、もしね、5万から5万5千円の売りを見たら、マイニング興味ある方はね、買っていいと思います。私が、今、手元に届いたグラボはここまでかな。10月2日、83枚のグラボですね。これ、ナンバリングしてですね、グラボ1枚目から、83枚目まで、番号振りました。今手元に届いたのは、83枚のグラボがあると。まあね、2つ壊れてるんでね。
買った時からジャンクでしたと。1080Ti これと、ちょっとね、私のそのなんていうの、ミスで、電源を落とさずにねつなごうとしてね、壊しちゃったと愚かなことしたんですけど、2枚ね使ってないんで、83枚所有してるけど実際使用してるのは81枚、81枚のグラボを使用してます。で最近買ったグラボっていうのはもう全部ね 1660Ti ばっかり買ってますね。というかね、これ以外もコスパのいいグラボがないから必然的にもう初期法でこれしかね買わない、これしか買えないといった状況です。1660スーパーもしくは TI が、5万円ぐらいだったら僕は買ってもいいと思う。そうですね、9月1日にまだ70の非 LHR が14万で買えたんで、これは無理して買ったんですね。無理して買いました。割高はちょっとピンク色に塗ってます。こんなもんかなっていうところは黄色。中古はね、青で塗ってます。これ高かったね。でも、まあ今はね、もう手に入らないし、たまに売り見かけてもね、15万とかもっとの、すごい値段で307万非 LHR 売ってて、で無理して買ってね、それが本当に、非 LHR かどうかわかんないと。届いたら LHR だったっていうトラブルも、起こりそうで怖いんで、もうね、手つけられない。買ってもいいかなって思ったのは3070、14万なら、非 LHR14 万なら買ってもいいかなと思ってました。思って買いました。そうですね、307非 LHR14 万だったら、9月はね、もうちょっと良かったんでね、1メガハッシュあたり8円だったんで、307非 LHR が、12ヶ月で開始できると。まあ、ここら辺かな。307非 LHR、3080非 LHR 買ってもいいって思うのは、やっぱ12ヶ月以内で回収できるのは買ってもいいかなと思って無理して買ったんですね。で、3080非 LHR もそうですね、まあ、21万ならね買ってもいいかな、どうかなってとこですね。まあ、今となってはこの1メガハッシュあたりの収益性が7円に落ち込んでるんで、そうですね、7円を想定したらやっぱりその3080非 LHR は18万で買って、12ヶ月で回収できる。これがボーダー。もう21はね、ちょっとね、博打になるんじゃないかなと、自分の中で思ってます。というわけで、3080の非 LHR、7月、ここですね、ここはもう買い漁ってますね。3080非 LHR、むちゃくちゃ買ってる。もう今しか買えない。今手に入れないと、二度と手に入らなくなると思って、5月がね一番高かったんですよね。26万で買ってる時もあるんだけど、これはイーサリアムが最初に40万超えた頃ですね。むちゃくちゃ高かったんで。で、8月5日だったかな。1559ロンドンが実装された頃、8月5日にかけて、それでね、マイニングできなくなるんじゃないかという憶測が立って、どんどんグラボの値段下がりました。最後のチャンスと思ってね、3080非 LHR 買い漁ったんですね、私この頃。まあでもね、イーサリアム、1559ロンドンの、アップデート、実装されて、一切イーサリアム儲からんってなった時、これは大損してるんでね、まあ、賭けに勝ったみたいなもんなんですけど、まあ、この8月5日以前はみんな怖くてね、70非 LHR、80非 LHR 手を出さなかったと。その時期に買い漁って、今は手に入れることができてよかったなと、いったところですね。ちょっと怖い時期に、大量に買ってますけれども、結果論ですけどね、うまい方向に、行きましたといったところで、3080非 LHR、3080、15万、16万、この値段で買えばね、12ヶ月で元が取れるだろうということで、買ってます。無理してかなり買いましたね。で、8月5日過ぎて、イーサリアムの、アップデート、1559ロンドン実装後に8月5日過ぎて、まだ収益性若干下がった気がするけど、
まだその絶望的ってことじゃないじゃんってことを気づいて、8月5日以降買い始めるんですけど、もう80がね、なかなか手に入らない。これはね、もうどんどん売りがなくなっていって、だから70非 LHR をちょっと買ってみたり、でも80欲しいなと思ったけど、80の売りどんどん消えちゃった、売り切れちゃったって感じでね、もう手に入らなくなっていくと。で、9月になっても80は売り切れたけど、70非 LHR は若干残ってたんで、14万の売りでね、残ってたんで、9月1日買う。2日、やっぱもう1枚買っとこうかなってことでもう1枚買って、これが最後の非 LHR の購入ですね。9月2日までは、70買うことができたと。8月8日に80非 LHR 買うことができたと。17万でね。これ以降はもうちょっと採算取れないような値段になっているといったところです。私は、8月5日前後、80非 LHR 買いまくった。8月5日以降は、70非 LHR を買ったと。この頃はね、何だったかな、NB マイナーの 39.1 バージョンで、70% 制限解除ができるということで、LHR をあえて買ってみた。発売直後にね、70ティア買ってみて、50% 制限で使ってたんですけど、39.1 バージョン、NB マイナーの 39.1 バージョンで、70% 解除できるというニュースを見て、これいいじゃんって思って買ってみたと。だけど、まあね、なかなかね、実際使ってみると、じゃじゃ馬っていうか、扱い難しいんで、これ大量に買うのは間違ってるかなと。なんていうのかな、その、52メガハッシュから、その、グラボ側が、おっと、これはマイニング制限半分にしなきゃって、これがね、52から半分になった瞬間、NB マイナー、アルゴリズム側が気づいて、ソフト側が気づいて、一旦止めるんですね。で、もう一回起動し直すんですよ。その時に、消費電力とハッシュレートが下がってまた上がると。で、その時、ブレーカー落ちやすいんですよね。なかなか。で、非 LHR と、混在して使っているリグ、これらはね、別にね、切らなくていいんだけど、LHR が、その、ハッシュレート制限かかっていることに気づいたら、全部の、リグに使っている GPU 全部止めちゃうんですよね。そういうソフトの仕様になってるから、使いにくい。LHR は使いにくいんで、大量に買うのはね、やめました。ちょっと使ってみてね、これダメだと。おまけにね、これ言っとかなきゃいけないんだけど、3060はね、昔は、470.05 ドライバーを使えば解除できました。昔はね、この頃。2月発売で3月買ったものはね、全部、制限解除できました。470.05 ドライバー使えば。で、それがずっと頭にあって、8月28日に解除できるものだと思ってね、6万円で買ったら、解除できないことに気づいてですね、これはその、サイレントアップデートっていうんですかね、こっそり、できなくしてます。470.05 ドライバー当てても、解除できないバージョン、新バージョンで来ましたけどね、これがね、見分けつかない。30609バージョンと新バージョン、470.05 ドライバーで解除できるものと解除できないもの、これね、パッケージングとかその型式の番号で外からね分かんないんですよね。これだから3060はね、もう解除できないものだと思って買うしかない。でね、3060、6万円切る値段で買うことができたと。私ね、この時思ったのは、例えばね、1660スーパーが、6万円で売ってたんですよね、この頃ね。20606万円、1660スーパー6万円、3060 6万円。だったら、アンペア世代のね、3060を6万円
切る値段で買う方がお得なんじゃないかなって思ってたんだけど、消費電力高いんですよね。3060LHR、これか。ワッパが悪いんですよね。だからね、粗利がね、130円でしょ、1日の粗利。1660スーパーは、1日の粗利がね、163円なんですよね。消費電力が少ないから、ワッパがいいから。だから、粗利がね、全然違うんですよ。だから、マイニング目的で買うなら、30606万円よりも、1660スーパー6万円で買った方が、いいですね。これは。30606万円で買えるって思ったけど、これ制限解除だ。3060LHR5 万7000円で買っても、回収ね、15ヶ月かかります。イーサリアムでマイニングすると。だから、1660スーパー6万円でね、同じ値段だったら、チュアリング世代よりも、アンペア世代買った方がいいんじゃねえのって思いがちなんだけど、1660スーパーに関しては、消費電力少なすぎるんでね、12ヶ月で開始できる見込み、368日、ほぼ開始できる。3日、1年と3日かかるけどね、ほぼ回収できるといったところで、6万円で買えるなら1660スーパー、3060LHR 買うよりも1660スーパーを6万円で買った方が、マイニング目的ではお得ですよと。イーサリアムだけ掘るならね。イーサリアム以外掘るんだったら 3060LHR も選択肢入ってくるんですけど、なかなかね、イーサリアムの収益性がいいんで、イーサリアムだけで回収しようとすると15ヶ月かかる。それだったらね、1660スーパー6万で買った方がいいんじゃないかなと思ってます。で、2060、5万3000の売り見て、あったんですよ。2060が6万とか、もっとね、高い値段で結構売ってたんで、高いなと思ってて、で、5万3000見たとき、おっと、2060、5万3000ちょっと安いなって思って計算してみたら、やっぱりね、消費電力 130W で、ハッシュレートが30前後なんですよね。29だったり31だったり、30前後といったところで、粗利がね、落ちちゃう。やっぱりね、1660スーパーの方が効率いいと。他の用途でね、マイニング以外で使うんだったら、1660スーパーよりも2060の方がいいかもしれない。でもね、性能ほとんど変わんないですね。レイトレーシングができるか、テンサコアがあるかどうか、レイトレコアがあるかどうか、これね、無駄が一切、レイトレコアとかついてないんで、消費電力少なめにしてあると。これは、レイトレコアとかがあるから、余計なもんがついてるから、消費電力高くなっちゃうと。マイニングだったらね、余計なもんがついてない1660スーパーの方がいいと思います。性能的にはね、ほとんど一緒と。レイトレができるかできないか。マイニングするんだったらレイトレできない方が消費電力少なくていいよってことだよね。というわけで、3060LHR、2060、1660スーパー、1660Ti は、3060LHR 買うよりも1660スーパー、もしくは 1660Ti 買った方がいいというのが私の結論です。というわけで、マイニングしたい人は 1660Ti5 万の売りを見たら、迷わず買っていいんじゃないかなと。だってね、他にね、これより安い、コスパのいいグラボもうないからね。手に入らないから。例えばその 80Ti が17万切るとか、70Ti が9万切るとか、どんどん安くなってきたら、逆転現象起こるかもしれないけど、例えば、3070Ti ね、9万でもやっぱ13ヶ月回収にかかるから、LHR70% 解除だと、やっぱりね、1660スーパーに軍配が上がると。
3090はね、難しいですね、この熱問題。26万で買っても、回収に15ヶ月かかります。で、この110メガハッシュってね、夢物語で、しっかり冷やせばね、120メガハッシュ出る。だけれども、室温がね、25度、30度で使うと、これがね、100メガハッシュ、105メガハッシュぐらいまで落ちちゃうんだよね。サーマルスロットリンク働いて。で、それより、グラボ周り熱いともっと下がるんで、このね、308093メガハッシュよりも下がる。熱いところで使うと、3080がいっぱいなところで、3090一緒に使うと、3080はね、90メガハッシュ以上出ているのに、3090が80メガハッシュとか70メガハッシュとかどんどん落ちていく。だから非常に難しい使い方が、サーマルパッド張り替えとかね、対策はあるんだけれども、そのメーカー保証ね、切らしてまで、そういった行為、慣れてない人がして、ファンのケーブルね、ちぎってみたりするかもしれないし、そういったリスク考えてまで、サーマルパッド交換、おすすめできないですしね。それを考えたら、3090、26万でも15ヶ月で、回収かかっちゃうし、このね、100メガハッシュ超えも、使用環境によっては夢物語になってしまう。だから、3090ね、LHR モデルまだ出てないんだけど、なかなかね、割高ですね、90はね。というわけで、LHR、このね、3060から 3080Ti にかけて、このモデル全部ね、LHR しか手に入らないことを考えたら、1660スーパー、もしくは 1660Ti、これらを5万円で買うのが一番コスパいいと思います。例えばね、25万持ってて Ti 買うよりも、Ti1 枚、20万から25万で買うよりも、1660スーパー、もしくは Ti を4、5枚買った方がいいですよと。1660Ti ね、21万ぐらい持ってて、52,500円で買って4枚買ったとしたら、資産12、120メガハッシュ出る。これは、21万円でね、3080非 LHR を買っても、90メガハッシュしか出ない。やっぱね、コスパ考えたらね、この2021年10月に、最もコスパのいいグラボを買うことを考えたら1660スーパー5万円、1660スーパー5万円で買うのが一番コスパいいんじゃないかなと思います。実際の状況なんですけれども、あるリグに、TI を5枚、1、2、3、4、5、1660Ti を5枚つけています。ハッシュレートが、ASUS のタフは、31メガハッシュ出てます。これ ASUS のフェニックスっていうモデルなんですけど、これは30メガハッシュですね。で、ゾタック、これは、29.9、ほぼ30メガハッシュと。ASUS のタフというモデルだけ31メガハッシュ出てます。サムスン。メモリがサムスンの GDDR6 だと31メガハッシュ出てますね。で、マイクロンだと、30メガハッシュぐらい。同じ 1660Ti でも、30メガハッシュぐらいしか出ないような状況。で、このリグは、余ってる3070と、RX6700XT をつけてます。Ti の設定は 1660Ti の設定は、こんな感じで、私は 1660Ti は、コアクロックをマイナス502にして、あとメモリクロックを上げられるだけ上げると。で、
だんだん上げていくと、それ以上上がらないポイントがあって、さらに上げていくと逆にこれ下がることがあります。だから、これ以上上げていくと下がるので、この辺で止めているというところですね。あと、こちらのリグに 1660Ti を4枚つけてます。こちらは29メガハッシュ。こちらは29メガハッシュしか出ない、1660Ti ですね。メモリメーカーはマイクロン。NVIDIA と書いてあるけれども、エルザ製の、グラフィックボード GPU です。エルザの、1660Ti は30メガハッシュどうも出ないようですね。で、あと先ほどと比べてメモリの設定も、これ以上上げられない。これ以上上げるとちょっと動作不安定になってきます。なので、エルザ製の 1660Ti はメモリクロックが他のメーカーのものと比べて少なめに設定してあって、ハッシュレートが29メガハッシュあたりが限界のようです。はい、最後にですね、1660Ti お得ですよと、コスパいいですよと、言ってきて、最後に52,000円での買い方を説明します。動画の説明欄、動画の概要欄にリンク貼ってます。こちらのリンクに飛んでいただいて、出てくるのは、現在 59,800 円で売っている 1660Ti なんですけれども、その他の出品を見てみます。すると、今は、予約の段階なんですけど、今、今日は2021年10月5日で、まだその Amazon の倉庫に在庫がないんですね。だけど入荷予定ということで注文することができるようになってます。51,899 円で注文することができる。これカートに追加してですね、はい、購入するとレジに進む。これ気をつけないといけないのが、10月16日から、11月14日の間に発送予定なんですね。で、入荷が早ければ、10月16日よりも早く届くことがあります。けれども、入荷する予定だったけれども何らかの事情で入ってこなかった場合、待てども暮らせども、発送されないことがあります。実際私過去にこういう買い方をして3ヶ月4ヶ月待ってようやく来たケースもあれば、3ヶ月4ヶ月待って Amazon 側がキャンセルしたこともありました。だけれども、相場よりも、安い値段で買うことができるので、少しぐらいなら待てるという方は、他のね6万円近い売りで買うよりも、51,899 円、約52,000円で、1ヶ月ぐらい待って買うのもありかもしれないですね。出品元、販売元が Amazon なんで、安心できると思います。こういった買い方もありますよと。今日の動画はこの辺りで終わります。よろしければ高評価ボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。